こんにちは、札幌のトレーカー橋本忍です。今日はですね、茶こしのポン酢を作ろうと思います。今までの動画でも結構出てきてると思うんですけど、僕が急須作る時にね、茶こしの穴開ける、その時に使ってる、道具です。で、僕が普段使ってるのはあんまり綺麗に作ってないんですけど、こうなんて言うんだろう、押すと粘土がここから先から排出されるようになった、そんな感じのね、道具なんですけど、それを、今回ね、材料をいろいろ仕入れてきたので、いっぱい作れるようになったので、ちょっとそれでね、作り方を紹介しようと思います。出来上がりはね、こんな感じで。よし、それじゃあね、早速やっていきますね。じゃあね、今回使う材料をね、ちょっと紹介しますね。まずね、真鍮のパイプ、真鍮のパイプがこれ3ミリ厚です。3ミリ厚じゃない、直径が3ミリの真鍮のパイプ、これを外側のシリンダー部分にしますね。ポン酢の部分です。そして、内側のピストンになる部分、これも真鍮のパイプで2ミリですね。2ミリの真鍮のパイプで、これ分かるかな、こうやって入ります。この隙間がねなくて、なるべくピタッとしたものがいいんです。それで、いろんなステンレスのパイプとかね、真鍮のパイプ、銅のパイプ、いろんなの探したんですけど、この真鍮の3ミリのパイプと2ミリのパイプ、これの折り合いがすごく良かったです。これはね、肉厚が 0.5 ミリなんですね。0.5 ミリなんで、外径が3ミリ、肉厚が 0.5 ミリってことは内径が2ミリになりますね。で、こっちが2ミリのパイプということです。で、これを使います。あと使うのはね、パイプカッター。パイプを切るときにこうね、ペンチとかニッパーで切ってもいいんですが、そうするとどうしても潰れてしまうので、できればパイプカッターを使った方がいいです。ちなみにこのパイプカッターは3ミリから22ミリをカットできるっていう風になってますね。そしてあとね、こういう細いヤスリですね。丸ヤスリ。これはね、このパイプの内側にね、バリがどうしてもできちゃうんで、それをねちょっと削って、バリをなくすためにこれあった方がいいですね。こういう普通のヤスリなんかもあってもいいかな。あとはグラインダーがあれば最高ですね。あと大事なのはこれボールペンです。これもね、100円ショップなんかに売ってるノック式のボールペンですね。こういうやつ。この中に入っているバネを使います。このバネが重要なので、このバネね、残念ながらこっちは捨てちゃいますが、このバネを使っていきます。あとはね、ハンダ付けしますんで、これね、ハンダじゃないやり方もあるとは思うんですけど、一応ね、今回はねしっかりつけようと思います。よし、それじゃあですね、まずポン酢側をまず切っていきます。で、一応ね、僕が決めました。長さを60ミリの長さに切るのがいいかなというふうになりました。いろいろねやってみたんですけど、60ミリがいいと思います。これをパイプカッターで切っていきますね。パイプカッターで切るときね、一応こうバイスでね止めておくといいかな。あんまりね、細いんで手が滑っちゃうんですよね。で、パイプカッターを挟み込んだら、パイプカッターはねこうやってただくるくる回すだけです。あんまりね
無理にやっちゃうと潰れちゃうんで、なるべくね断面を潰さないようにねちょっと丁寧にやっていきます。ちなみにねこのパイプは確か切れた。このパイプは確か数百円、確か数百円だったと思いますね。1メーターの長さでね。はい、切れました。こんな感じでね。これで今パイプカッターで切ってもこれでもね断面が、多少潰れています。潰れているの分かりますかね。こうやってねパイプカッターで切っても潰れてしまうんですよ。パイプカッターで切ってもねこうやってね多少断面が潰れてしまうので、まずこの細い、ヤスリですね。丸いヤスリ、この内径にね入るぐらいのヤスリでこれで中のバリを落とします。これもダイソーに売ってました、このヤスリも。でね、こっちのピストン側のねパイプをこう当てて、今まだバリができてて入らないのでこれ入るまでやっていきます。よし、はい、入りました。引っかかりもなくちょうどいいですね。よし、そしたらこのポンス側ね、ポンス側はこれで完成。次は、ピストン側切っていきます。ピストン側はね、そうですね、90ミリに切ります。だいたい90ミリ。本当は87ミリなんですけど、ちょっと90ミリでまず切りますね。これがね、どうしようかな。これがこのパイプカッターが3ミリまでしか切れないんですよ。ニッパーで落とそうかな。それもあってね、ちょっと90ミリで切ります。はい、90ミリで切る。今ねニッパーで切ったので先が、これは見えますか。先がねやっぱりこうやって潰れちゃうんですよね。これ後でグラインダーかなんかでね削って平らにしちゃおうとは思います。よし、そしてね、ピストン側とシリンダー側、これでこう構造は分かりますよね。で持った時になるべくねこうやって作業をして、あんまり持ち替えないでこうやって作業してそのまま人差し指で土をね押せるように、あんまり長くしてないんですね。これあんまり長くするとねこう持ってて人差し指が届かないので持ち替えなくちゃいけないんです。こうやって持ち替えるといちいちね持ち替えてるとね仕事がはかどらないので、このままねこうやって穴を開けてそのまま人差し指で土を出す、それができるような長さにしてあります。で別にねそんな短いって感じも全然しないし。よし、そしたらば次はこれ今断面がちょっとね平らで、これねポンスとしてはね切れ味が悪いので、ここに、テーパーをかけていきます。テーパーにしていきます。今こういうのをここをね落としちゃって、少しヤスリで削って、こういう風にします。わかりにくい
とにかく切れ味を良くしますね。はい、よし、じゃあこれをやってみます。はい、それじゃあですね、次は先っちょをね、さっき言ったようにテーパーにしていきます。この時はね、あまり薄くしすぎないように気をつけましょう。ちょっとね、熱くなるんでね、水つけながらやります。よし、はい、こうやってね、今ちょっとテーパーにしました。で、先もね、これで随分切れ味いい感じになったでしょ。薄くなったですね。これあんまりやりすぎないように気をつけてくださいね。先弱くなっちゃいますんで。こんな感じです。よし。そしたら、ピストン側ですね。ピストン側のね、さっき、ちょっと潰しちゃったとこね、ニッパーで切って潰れたところを、ちょっと削って平らにしておきます。でもこれはね、一番お尻になるんで、とりあえず丸くなくてもいいかな。ただね、1本のパイプから何本もね、これを作ろうとすると、さっき潰したこのところが次の頭にくるんで、やっぱこうやってニッパーで切らない方がいいのかな。とりあえず危なくない程度には、しておきました。で、テーパーのかかった部分が先端に来て、ピストンでこう粘土を押し出すと。すごい動きも今スムーズです。すごいスムーズです。そしたらね、次は、ここにね、バネをつけていきます。ここら辺にね、まずバネを固定して、ここハンダで留めてしまいますね。そして、このピストン側にも、ここら辺で固定します。ね、そうすると、こういう動きになるわけですね。よし、じゃあやっていきましょう。まずハンダつけていきますね。そしたらね、次は、このバネを、ピストン側とシリンダー側に入れ、接着ですね。接着という固定しちゃうのかな、ハンダで。そしてこういう動きになるようなことにしていきます。ちょっとね、今ハンダ温めてるんで、ハンダが温まったら、じゃあハンダ付けしていきましょう。
でバネをね反対側につけました。で次はこっちのピストンガードもまた接着していきます。でその時にここがねちょっと難しいんですけど、ちょっとバネを押さえた状態でぐーっと押して、その状態で先端がちょうど出るぐらい、ちょっと出るぐらい、わかるかな、出るぐらい、この位置で固定をするんですね。今この位置で固定します。このピストンが、これねなんて説明したらいいのかな。ピストンとこのバネが固定されているとして、ここで固定されているとして、こう押し込んだ時に今先が出てこないです。これだと短いってことなんで、もうちょっと中に入れて、でここら辺で、これで今出ましたね。ここら辺、ここをちゃんと測って、最大限に押した時に先が出るように。でもあまり出過ぎないようにしてください。あんまり出過ぎるようだと中に空間が少なくなっちゃって粘土がどんどん詰まっちゃいますから、最大限押し出した時に先端が1ミリとかね出てれば十分ですから、そこら辺の位置で止めていきます。それでこう押すと先が、今一番押した時に先がちょっと出ます。これぐらいがいいですね。こういう状態です。これで完成で、このままだとさすがにね手が痛いので、先端にねキャップをつけております。何でもいいですよね、別にね、テープで貼ってもいいですし、何でもいいです。これはね、なんかホームセンターにね、先端端末保護キャップっていう、なんだろう、電気のね部品とか売ってる、あそこら辺にあるのかな。でこんな状態で、いいかな。よし、いいと思います。そしたら次、最後ね、最後にちょっとね、ここグリップしづらいので、熱収縮チューブ、これもねよく配線とかするときにね使うやつなんですけど、これでちょっとグリップをね持ちやすくしようと思います。これはねすごい便利で、これをね温めるんですよ。ちょっと温めるとぎゅーっと縮まってぴったりします。はい、そしてこれをさらにもう一回よし、できました。完成。あとね、ちょっとハンダとかがもし、引っかかったりねするようだったら
ペーパーじゃないや、ヤスリでねちょっと削ってやって、きれいにしてやればいいと思います。よし、すごいいいです。先端見えますか？はい、じゃこれね、穴開けていきましょう。ほら、見えますか？今ねこれ3ミリの板なので3ミリ分中にね入る余裕があればいいってことですよね。はい、いいと思います。すごくいいと思います。よし、というわけでね、完成。はい、というわけでね、今日は、この茶こし用ポン酢の作り方を紹介してみました。で、あとはね、今、収縮チューブ、熱収縮チューブでこのグリップのところをねちょっと太くしたり、先端もねこの、端末保護キャップっていうのをつけてあるんですが、まあ自分でね好きなように、例えばビニールテープとかでもいいし何でもいいです、ちょっと持ちやすい太さにするとか、あと、そうですね、押すところもねやっぱりもうちょっと太い方がね多分ね手に優しいかなとは思います。1日何十個も急須作ったら、茶こし作ったらねちょっと手痛くなってくるかもしれない。そこら辺はね自分でねいろいろ改造してやってみるといいと思います、ね、ぜひ、ちょっとめんどくさいですけどぜひ作ってみてください。でもし、一応ねうちでも、これ何本か作って販売しようと思ってますので、作るのめんどくさいとか作るの難しいとか、そういう方は、僕の、オンラインストアの方で販売しますので、そちらもご覧になってください。詳細はね、下の方のね概要欄に貼っておきますので、そちらからチェックしてみてください。はい、というわけでね今日は、急須用の茶こしの作り方を紹介してみました。じゃあまた次の動画楽しみにしていてください。バイバイ。